こんにちは、高弘です。今日は久しぶりに機材の話。僕のメイン機はソニーの α6500、2016年に発売された APS-C カメラです。このカメラは、今でも中古で買えます。マップカメラだと7万円ぐらい、良品で7万円ぐらいでした。ここ数年ほとんど値動きしてないみたいですね。僕はこのカメラに、超広角レンズラオアの 9mm っていう超広角レンズをつけて運用しています。これとは別にフルサイズのソニー α7 IV とズームレンズも持っていて、普通はそっちがメインでしょって思われるかもしれません。でも僕の中ではメインはやっぱりこっちなんですよ。以前の動画、超広角レンズの回でも話したように、僕の撮る写真の半分以上はこのソニー α6500 と超広角レンズで撮ったものになります。こういうの。前回出した写真も α6500 です。8年型落ちのモデルですけど、全然使えます。α6500 を最初に買ったのは2019年。そして2021年にももう1台追加して、α6500 2台体制で使っていた時期があります。それぐらい気に入っているカメラです。僕は機材にこだわりない方ですが、長く使っていると、やっぱりそれに慣れてしまって、それじゃないやつに抵抗を感じるようになるんですよね。もう体に染みついてしまっているので、それが逆にこだわりっていうことになってくるんでしょうか。ともかくこのカメラ、軽くて、握りやすくて、とても使いやすいです。ボディの重さ 453g。そしてレンズがこれまた軽くて 215g。合計して 668g。これだと片手で軽々と扱えます。やっぱりストリートで撮るときは軽さとコンパクトさは正義です。あと、α6500 はこのグリップの部分が深くて握りやすいっていうのも良い点です。グリップが握りやすいと手や指の疲労度が全然違うんですよね。長時間使ってると。ストリートではカメラを手に持ってずっと待つとか、または手に持って移動するとか、そういうシーンが多くなります。そういう時に全然負担にならないカメラと言えます。詳しい人なら知ってると思います。同じ α6000 シリーズでも、このグリップの形状で違いがあります。6400は浅めで 403g。6500は深めで 453g。6600、6700も深めですけど、それより40から 50g 重くなります。もし今の6500が壊れたら、次は6700に行くか、または浅めの6400で妥協するか、あるいはもう一回6500を買うかになるでしょう。スナップ機という意味ではソニーよりも富士の方が良さそうな印象を持っています。でもレンズも一緒に変えないといけないので、それがちょっと面倒なんですよね。あと軽さコンパクトさで言うと GR もいいですね。実は僕が最初に買ったカメラは GR シリーズです。でも GR は 28mm なんで、今の僕にはちょっと狭すぎるかなというのが難点。13mm ぐらいで出してくれないですかね。結局そんな感じで半分消去法的にソニー α6000 シリーズになるのかなと思っています。実は先日ソニーストアによって新しい α6700 を触ってきたんですよ。まずグリップはとてもいいです。重さはちょっと重いですけど 40g 差なので慣れるかなという感じ。一番気になったのは背面液晶のバリアングルでしょうか。僕はここはチルトがいいんですよね。僕はファインダーを覗かずにカメラを胸とかお腹ぐらいの高さに持ってチルト液晶を見ながら撮ることが多いです。こんな感じで街で人に接近して撮るときに相手に威圧感を与えないという意味でこの方法をとっています。チルトは一つの動作でしかも素早くしかも指一本でできるのが良いところ。一方、バリアングルはここをいい位置で開けないといけない。さらに2でこの方向に向けてようやく使えるわけです。これがちょっと遅く感じます。
速射性が求められるストリートではチルトの方が使いやすいかなと思うんですよね。バリアングの良いところもあるんですけど、僕の使い方では断然チルトかなと。ここは結構譲れないポイントなので、α6700 はと思ってます。もちろん一般的には良いカメラだと思いますけど、もう変に6500が体に染みついてしまってるんです。カメラなんて何でもいいと、数年前まで自分はそう思ってました。でも今はなんか変なところにこだわりを持っためんどくさいやつになってるなと感じています。結局は慣れの問題なんですけど、これまで10万回以上シャッターを切って、染みついている動作を変えるっていうのは結構苦痛なんですよね。そんな感じで α6500 好きで積極的に使っているという理由が半分。あとは体に染みついてしまって、他に変えるのが、億劫になっているというのが半分です。肝心の外出については日中の屋外なら全く問題ありません。そしてオートフォーカスもそもそもレンズがマニュアルフォーカスなので関係ありません。唯一不安なのは夜、高感度ですね。高感度はあまり強くないです。でもこれは α6500 だけでなく APS-C だと大体そうだと思います。今回の動画をまとめるとこんな感じです。日中のストリート写真、スナップを撮るならそこまで高いカメラを買う必要はないです。こんなこと言うとメーカーはあまりいい顔しないと思いますけど、これは事実です。カメラとレンズでまずは15万から20万くらい、それぐらいで揃えればなんとかなります。センサーサイズは APS-C やマイクロフォーサーズでも十分です。むしろその辺がストリートスナップにはちょうどいいバランスなのかなと思っています。ただもし夜をメインにするつもりならフルサイズを買った方がいいかなと思います。その場合はまた事情が変わってきます。とにかく自分のスタイルに合ったカメラを選んでください。ちなみに僕の周りでは GR とか富士とかを使っている人が多いような気がします。理想的にはカメラ選びのフェーズは、早めに卒業してどんどん写真を撮っていく方がいいです。カメラを選ぶことも楽しいですけど、本来は写真を撮るのが楽しいという風になっていくのがベストだと思っています。それではまた。